どうも釈迦もちです。釈迦マスコットです。さあ、始まりました。スピーカー最強は誰だ？第1回決定戦。この対決は視聴者様の投票によって勝者が決定します。音質、音域、デザイン、機能性、コスパ、トータルで良かった方を選んでね。詳しい内容はこちらの方の動画で解説していますので、どうか一度ご視聴の方よろしくお願いします。そしてこの動画の流れは、まず、お互いのスペックと特性を分析して、最後に波形を見ながら、BGM で音質比較します。どちらのスピーカーが良かったかを、ぜひコメントくださいませ。そしてこの動画が面白かったら、ぜひ高評価と、チャンネル登録もよろしくね音符。それではまずはお互いのスペックから見ていきましょう。今回の対決は、DAW システムのコントローラーやソフトウェア、スピーカー、デジタルミキサーなど、値段以上の価値で、プロアマ問わず、世界各地から高い評価を得ている、アメリカのプリソーナスと、オーディオ愛好家の小さなチームから始まり、オーディオソリューションも国際的に認められ、現在は70カ国以上で愛用されている中国のエディファイアーの戦いになります。まずは、お互いのスペックを確認しましょう。まずはユニットですね。ユニットタイプはお互いウーファーとツイーターからなる 2way タイプですが、ウーファーはプリソーナスの 3.5 インチ、エディファイアーの 4.0 インチと、エディファイアーの方が大きいです。しかし、ツイーターの方は 1.0 インチと2分の1インチで、プリソーナスの方が大きいですね。高音はプリソーナスが有利、低音はエディファイアーが有利。ということで、OK。出力は 25W と 42W で、エディファイアーの方が大きな音が出せますね。ただ、1メートル程度の距離から視聴するニアフィールドなら、このワット差は気にしなくていいでしょう。周波数特性の方は、低域が 80Hz からと 51Hz からで、エディファイアーの方が低域を出せて音域が広いですね。これはウーファーの大きさで効果が出てますね。バスレフは、お互いに配置場所が違います。プリソーナスは背面、エディファイアーは前面にあります。お互いの特徴として、背面の良いところは、放出された音が、後ろの遮蔽物に反射して空間全体に広がるので、他の音域と綺麗に混ざり、バランスよく聞こえます。悪いところは、先ほど話したように、一度音を遮蔽物に反射させてから前に音を届けるので、音の遅延が発生します。この遅延により、他の音域とのズレが出てくるので、場合によっては気になるかもしれません。次に、前面の良いところは、背面とは違い、放出された音がそのまま前から出るので、遅延が発生しないところです。では悪いところはというと、音がバスレフから直接伝わってくるので、音の主張が強すぎて、他の音域とうまく混ざらずにアンバランスになる場合があります。そして本来このバスレフは低域を出すための穴なのですが、前面の場合は、ここから中高音域が漏れ出すことがあるようです。このようにお互いに特徴があるので、これが音質差に大きく影響するかもしれませんね。入力端子に関しては、プリソーナスは、アンバランス接続の AUX と RCA、バランス接続の TRS によるアナログ接続のみですが、エディファイアーは、アナログ接続の RCA の他に、デジタル接続のオプティカル、コアキシャルがあります。デジタル接続の方が音質にも優れているほか、ノイズや劣化も少ないため、エディファイアーの方が有利ですね。Bluetooth に関しては、プリソーナスにも Bluetooth 対応版がありますので、比較はしません。そして出力端子に、プリソーナスにはヘッドホン端子が付いていますが、エディファイアーにはありません。これは痛い。代わりにサブウーファーが接続できる AUX 端子があります。正直どちらもあった方が嬉しいですが、私個人としてはヘッドホン端子の方が欲しいかな。それをフォローするわけではないですが、エディファイアーにはリモコンが付属しているので、遠隔操作をすることができます。これは便利。これらのスペックの結果のみで判断すると、エディファイアーの R980DBS の方が優れているように感じます。次は周波数特性の比較です。では、お互いの違いを見ていきましょう。まずは低音から。エリス E3.5 は、緩やかに上昇しながらも、70Hz から 80Hz あたりで安定してきてますね。このあたりが F0 値でしょうか。背面バスレフがじわりじわり効いてる感じです。対して R1280DBS は、一気に低域が上昇していき、50Hz ではもう十分低音が響いてますね。計算しないで波形を見ての憶測ですが、このあたりが F0 値かな。そして中低域と中域になると、エリス E3.5 は、フラットを保ちながらも、中域中盤からはさらに力強く出ています。しかし、
R1280DBS は少しずつ弱くなってきてますね。ちょっとここは心配。最後の攻撃に入るとお互い徐々に下がり始めてますが、エリス E3.5 は滑らかにゆっくりと加工していくのに対し R1280DBS は波形の乱れと歪みが気になります。荒れてますね。これらの周波数特性の結果のみで判断するとプリソーナスのエリス E3.5 の方が優れていると思います。この結果からスペックはエディファイアーの R1280DBS、 周波数特性はプリソーナスのエリス E3.5 と両者ドローですね。というわけで決着は最後の音質対決で決めましょう。さあついにバトル開始です。勝利を手にするのは1999年創業のアメリカのプリソーナスか、それとも1996年創業の中国のエディファイアーか。最後に両者からコメントをもらいましょう。これはエディファイアーさん、はじめまして。こちらこそはじめまして。何気に我々はレビューが近いようで。どうやらそのようですね。もう20年以上のキャリアを持つ者同士、小細工なしの正々堂々と勝負しましょう。もちろんです。ちなみに少し気になったのですが、なんでしょう？サランネットは装着しないのですか？サランネット？ああ、その網のカバーのやつですね。こちらを使用した方が高音のきつい音をまろやかにできると思うのですが。いえ、私の場合はピーターにソフトドームタイプを使用していますので、そのような小細工は不要です。これはなかなかの自信ですね。あれ？変だな。よく見るとピーターの部分が網で覆われてるぞ。それは、目立たないように一部分だけネットで覆ってるだけで結局サランネット使ってるじゃないですか。さっきコライク画像も言われてましたが、サランネット使ってない風のこのアピールの方が、よっぽどコライクだし、むしろ使弱みを、上げ足を、取り上がる。マンギングじゃねえ。ここで倒す。
動画はいかがでしたでしょうか？感想や意見などをこの動画のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そしてどちらのスピーカーが良かったのか、コミュニティでアンケートを取っていますので、ぜひ投票の方よろしくお願いいたします。それでは今回もここまでご視聴していただきありがとうございました。それではまた。